おはようございます。11月のヘルシンキのとある朝、すっかり隠れてしまった太陽の代わりに街が少しずつキラキラと華やいできています。今日はヘルシンキから海を渡ってエストニアのタリンへ小旅行。実は2度目の正直で、1度目はなんとパスポートを忘れていたことに気がついて行くことができませんでした。チェックされることもたまにあるようなので、同じユーロ圏とはいえ要注意です。これはせっかく早起きをして港まで来たのに船に乗れなかった日の綺麗な朝日。今日は何度も確認してしっかり持ってきました。つながってる。面白い。ああやって船に乗るんですね。すごい。こんな曇り空でも旅となるといつでも気持ちは新鮮で晴れやか。フィンランディア号に乗っていきます。ヘルシンキからタリンまで往復なんと10ユーロという破格な期間限定セールを開催していたエッケロライン。ヘルシンキに旅行に来たらぜひ合わせてエストニア・タリンへ足を伸ばすのもおすすめです。こんなお土産屋さんまでありました。船内をひとしきり散策したら、あとは2時間ほどこの船の上でのんびり過ごします。運よく窓際の席をゲットできました。9時出発だと思ったらもう8時51分で出発をしているので、ゲートクローズまでには絶対に乗らないと間に合いません。気が早い。気が早いです。大切にちびちびと読み進めている星野道夫さんの本を読みながら、タリンの街並みがだんだん近づいてきたと思ったら、なんとカモメがお出迎え。しかも2羽。着きました。特に予定を決めていないので、ひとまず世界遺産に登録されている旧市街の方へ向かって歩いていきます。中世の街並みが今もなおきれいに保存されつつ、街として機能し、生きた中世都市として知られるタリン歴史地区。
どこか進撃の巨人だったり魔女の宅急便だったり、いろんな物語の世界を彷彿とさせる街並みに、フィンランドとはまた違った空気を感じます。なんかラピュタに出てきそう。気だるげなインコにもらいました。なんだろう、バードカフェみたいな感じですか。写真が撮れるみたいなはい、もらいました。先ほどのケダルゲバードのいた町の正面玄関ビル門をずっとまっすぐ進んでいくと、こちらのラエコヤ広場に出ます。もう少しするとクリスマスマーケットでにぎわうようですが、まだみたい。今日私が来てみたかったのは、ヨーロッパ最古と言われるこちらの薬局。今でも薬局として実際に営業していて、奥はちょっとした薬局の歴史を知れる博物館になっています。まるで魔法使いの世界のよう。薬瓶が綺麗です。昔はこの色付きの液体の入った瓶を薬局の目印としていたそうです。そしてこれが有名なマジパン。失恋の痛みに効く薬として当時からも販売されていたそうです。どんな味がするのか気になって私も買ってみました。楽しみ。その後も旧市街散策は続きます。手作りの紙に活版印刷で印刷されたポストカードをゲット。すごいかわいい店でした。少し歩き疲れたのでカフェで小休憩。最近出会った人からここのホットチョコレートが美味しかったと教えてもらったので来てみました。甘すぎないとろりとしたホットチョコレートにラズベリーがいいアクセント。ほっとあったまりました。その後は街を見下ろせる展望台へ行きましたが、雨が強くなってしまって近くのカフェに避難。甘いものたちもとっても美味しそうだけれど、お昼ご飯がまだだったのでパニーニを頼んでみました。ローストチキンとモッツァレラチーズのパニーニ。温かくて美味しい。そしてフィンランドと比べると本当に安いです。エストニアはフィンランドに比べて物価が安いので、フィンランドの皆さんはスーツケースやカートを引いてお酒やいろんなものをタリンに買いに行ったりもするそうです。まだまだ雨が降り続いていたので、午後はゆっくりと建物の中で楽しめる場所に来ました。タリン駅の目の前にあるこの3階建てのマーケットホールには、おしゃれな飲食店や雑貨屋さん、アンティークショップなど楽しいお店たちがぎゅっと詰まっています。本当は博物館とか美術館にも行きたかったけれど、月曜日でほとんどが定休日。次の機会の楽しみとして取っておくことにしました。セカンドハンドショップもあれば、こんな感じのどこか上野を感じる雑貨屋街。そしてこの旅で一番テンションが上がったのがこちらのアンティークショップたち。まだ見たことのない私にとってはたまらなく楽しくて可愛いお宝ながらくたたちが雑多にひしめき合っていて、とっても興奮しました。これは何でしょう。フィルムがカラフルなプラスチックフレームで縁取られていて、とっても可愛いです。
ちもどれも可愛くて迷っちゃう。そうですか。すごい面白かった。いくつかお土産をゲットしました。美味しい、美味しいです。当たり。そしてまんまとパニーニにハマった私は再びパニーニらしきものをゲット。そしてこれが大当たり。トリュフサラミなるものが挟まっているのですが、とてつもなく香りが良くて美味しかったです。めちゃめちゃいい匂いがする。おいしい。めちゃくちゃ美味しい。店員さんの愛想はとっても悪かったんですが、とってもおすすめです。トリュフサラミ。まだ4時過ぎですが、すっかり日暮れ寸前のタリンの空。魔法の国、もうすごい魔法のもう世界。とても薄暗いんですが、すごい異国感があって楽しい。迷宮みたい。全然違う、やっぱフィンランドと。楽しい。こういうところもうちょっと明るい時に見たかった。心残りをいくつか残しておくことがまた旅に出るための原動力になると思うので、今日ぐらいがちょうど良かったのかもなぁと余韻に浸りながらのんびりフェリー乗り場へと向かいます。船の出発まであと1時間半くらいで、ゲートクローズまで1時間くらいあるので、ここでおつまみとかを買っていこうと思います。船では一日中歩き回った疲れでしばらくぐったりと寝落ちしていましたが、突如始まったミニライブで目を覚まして、失恋の痛みに効くんだったら旅の疲れには十分に効くだろうという謎の推測でマジパンに手をつけてしまいました。アーモンドが原材料のほとんどを占めているみたいで、他には何が入っているんだろうと探りながら食べましたが、結局わからず。ほんのりリキュールの香りがして素朴で美味しかったです。無事ヘルシンキへと帰ってきました。タリンの旅行で買ってきたものたちをご紹介しようと思います。今回そんなにお土産は買ってこなかったんですけど、タリン駅の目の前にある3階建ての商業施設、飲食店とかスーパーマーケットとか、あと雑貨屋さんとかアンティークショップがいっぱい入っているところがすごく楽しくて、特にそのアンティークショップが本当に面白くて、私にとっては宝の山でもガラクタがブワーっていっぱいある感じで、そこでちょっと見つけてきた細々としたものをいくつかご紹介したいと思います。といっても本当にこの4つだけなんですけど、すごいお気に入りなので皆さんにご紹介したいなと思って、ちょっと別日で撮影をしています。まずこれ缶バッジです。見えるかな。何の缶バッジかは、これは多分タリンでオリンピックがあった時があるみたいで、そのオリンピックの競技のバッジとか、そのオリンピックのマスコットキャラクター、クマのやつが、クマの
人形が動画でも出てきたと思うんですけど、あの可愛いクマちゃんが多分そのオリンピックのシンボル、マスコットキャラクターで、そういうオリンピックに関連したグッズが結構いっぱいあって、それもすごい面白かったです。これは何だろう、高跳びかな、バレーボールかなみたいな跳躍している人の人のバッジ、黄色と青のちょっと深い青のバッジと、これも何かわからない何かわからないけどすごく可愛い。そして1978年かなのバッジだと思うんですよね。何かはわからないけどすごく山とこう海と空があって可愛いなと思ってゲットしました。トートバッグとかにつけようかなと思います。でこれ見えるかな、後でちょっと別で撮りますね。これがちょっと何なのか分からず買ったんですけど、このプラスチックの枠の中にフィルムがこう挟まっていて、すごいなんかワクワクするなと思ってゲットしました。誰かのその時見ていた記憶がこんな感じでパッケージにこう手のひらに収まる一つのこうなんていうんだろう、ものとしてあるのってすごく素敵だなと思って、それがなんか海を渡ってというか私の元にたどり着いたのがなんか面白いなと思って、この2つのフィルムをゲットしました。なんか自分で撮った写真もこんな感じで、プラスチックのものじゃなくてもなんかこう一つのものとして作って置いといたり、誰かにこう送ったり手紙の中に入れたりして送るのもすごく素敵だなって、なんかこれ見ていろんなインスピレーションが湧いてくるものだったのでゲットしました。コレクションしたいなって思うくらいすごい可愛いです。こっちはどこかの国のお母さんと子供子供は何かを見ている、カメラ撮ってるのかな。ピクニック、海辺かな、どこだろう、湖かわかんないですけど水辺でピクニックしてるやつと、これはどこかの川下り、ボートが見える、カヤックかなが見えて、奥にすごいなんか歴史的な橋かな、ブリッジが見えます。すごいなんかお店の人にもこれ何かなって聞いたら分かんないって言ってたんですけど、はい、どこか分からない橋と水辺のピクニックのフィルムをゲットしました。新たなコレクションが増えて嬉しいです。またタリンに行ったらちまちまと集めていきたいなと思います。誰かにねプレゼントで送っても嬉しいですよね。こういう分かんない、私はすごいもらったら嬉しいんですけど、はい、タリン本当にヘルシンキと比べて物が安いし、やっぱいつもと街並みが見える風景とかが全然違くて、それも楽しかったので、日帰りで行ける海外ということでまた船に乗ってタリンまで行ってこのコレクションを増やしたいと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらコメントや高評価、チャンネル登録もしてくださると動画制作の励みになるので、どうぞよろしくお願いします。それではぜひ皆さんももしヘルシンキに来ることがあれば合わせてタリンにも行ってみるのもいいかもしれません。